はい、皆さん、こんにちは。有限会社 iTech インターナショナルシニアコンサルタントの細川です。今回は、品質工学による技術開発その1、2回目として、ロバストパラメータ設計とはについてお話をしていきます。前回、競争軸の変化、そして手法から技法、そして仕組みへという話をしました。今回はその2つを受けて、ロバストパラメータ設計とはというタイトルでプレゼンをいたします。こちらも前回お示ししたチャートになります。さまざまな技法がさまざまなステップで活用されます。そしてお客様の期待を超えるためには、既存の技術ではなくて新規の技術を新たに開発する必要性があるということで、そこで使われる予測技法、そして創造技法、これが重要ですよという話を前回しました。こんな予測技法、創造技法の中で、ロバストパラメータ設計について今日から触れていきたいと思います。前回、パラメータ設計について少し説明しましたけども、方法論としては、パラメータ設計とロバストパラメータ設計は同じですけども、目的が違います。パラメータ設計は、前回お話ししたように、ロバストネスを改善することが目的。ロバストパラメータ設計は、改善が目的ではない。評価ですね。予測ですね。これが目的ですよという話をしていきます。そして、こういった予測技法、創造技法は、単独で使うのではなくて、仕組みの中で活用することで、その効果を最大限引き出せるという話も前回しました。で、これも前回お示ししたチャートになりますけども、可能モデルですね。パラメータ設計というのは可能モデルでいう当たり前品質を改善する。そのための手法ですよと。で、多くの場合、製品設計段階の初期段階で使われる。一方、ロバストパラメータ設計は、その目的は何かというと、一元的品質と当たり前品質の両立性を評価する。改善ではないですね。これが十分両立性を確保してないと、製品設計段階に持っていけない。こういうことになるわけです。あるいは、魅力的品質と当たり前品質の両立性を評価する。これが十分両立してないと、やはり製品設計段階には持っていけない。いいですかね。で、魅力的品質、前回題材として取り上げたソニーのウォークマンの場合は、規格のブレイクスルーなので、当たり前品質とのトレードオフはありませんが、技術的なブレイクスルーで魅力的な品質を実現しようとする場合、やはり当たり前品質とトレードオフになることが多いだろうということで、この両者の両立性を評価することが大事になってくるということになるわけです。品質工学を確立した田口博士はこんなようなことを言ってるんですね。素性の悪いシステムを最適化してもロバストネスは得られない。要するに最初のシステムの素性が悪ければ、いくらパラメータ設計やって改善してもゴールにはいかない。だから新たなシステムを考案しなきゃいけないということを言ってるわけです。技術者は新たなシステム、あるいはモジュールとかサブシステムでもいいんですけども、それらを創造する能力がないわけではない。自分の現在のアイデアがダメだと明白にならない限り、次のアイデアを考えようとしないのである。これを実現するのがロバストパラメータ設計です。で、自分の技術がダメだというダメ出しだけではあんまり面白くない。したがって、新しいシステム、あるいはサブシステム、モジュールを考案する何らかの技術的なヒント、技術情報が欲しい。そのために、単にロバストパラメータ設計をやるだけではなくて、仕組みを使っていくわけですね。その例がこれです。ロバストパラメータ設計を使った仕組みの例になります。まず最初にシステム。最初に技術開発スタート。ここでロバストネスと性能の目標が設定されるわけです。で、その両立を目指してシステムを考案あるいは選択する。考案選択したシステムをロバストパラメータ設計を使って評価する。全体最適化を通じた評価。この評価とは、ロバストネスと性能の両立性の評価ということになります。で、多くの場合、最初に選択したシステムで、ロバストネスと性能の両立確保することは難しい。私の経験上。したがって、NG となるわけですけども、そのシステムは採用できないねと。
田口博士が言うように、自分のアイデアがダメだと。これが明白になるわけです。しかも効率的に、素早くですね。でこれだけでは新たなシステムの考案になかなか結びつかないんですが、ロバストパラメータ設計、この中身については今後お話をしていきますけども、これを実施することで、ロバストネスと性能、必ず改善します。これはもう間違いなく言える。その改善効果のメカニズムの分析をする。よくあるのがですね、試作品とか作ると、必ず不具合が顕在化する。その不具合のメカニズム解析、これをやるケースが多いんですけども、不具合のメカニズムを把握しても、新しいシステムの発想にはなかなかいかないんですね。したがって、積極的にゴールを目指す活動の中から改善効果のメカニズムを分析するというのは極めて効果的になってきます。で、改善効果のメカニズム、なんでロバストネスが改善したか、これを把握する。その上で新たな方針、技術的な方針を決定してシステムを考案する。こういう PDSA ですね。これを回していくわけです。プラン、do ですね。で、ロバストパラメータ設計をやる。ですね。そして、スタディをする。そしてアクションしていく。PDSA のサイクルを回していく。ですね。これがロバストパラメータ設計を活用した技術開発プロセス、仕組みということになるわけです。本シリーズではですね、最新技法 CST 法を使った仕組みとか、最終的には様々な技法をトータルに組み合わせる、設計する仕組みとしての T7 とか、そういった話をしていきたいと思っています。今日はここまでにしたいと思います。ご清聴どうもありがとうございました。